皆さんこんにちは、さちねです。今日はですねまた DIY の動画なんですが、来月10日弱ほどですねちょっと旅に出ますので、おそらく車中泊をせざるを得ない状況になると思いますので、車中泊仕様で、フロントガラスの方のですねサンシェードが今一つ外から見えてしまうので、今回はフロントガラスのサンシェードの方を強化したいと思います。で、あまりお金をかけたくないのであるもので、作ろうと思います。はい。でまず一つは、土台としてこちらの100均の、車のサンシェード、これもうボロッボロになっているんですね。で結構この穴が開いちゃったりとかしてるんですけれども、これを土台にして再利用したいと思います。でこれだけでもいいんですけども、結構このカーブのところがねこう見えてしまったりするんですよね。ちょうど隙間とかが多いので、この吸盤もねすごい弱くなっててポロ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 落ちちゃうんですよ。なのでここの部分の強化も兼ねて、でこれを土台にして、で今あるこちらの断熱シートっていうのかな、アルミ断熱シート、これが結構まあまあな広さがあるので、これを利用しつつ、これだけねちょっと100均で吸盤をね買ってきました。予備も含めて4個セットを2個200円、今回200円だけしか使ってないんですけども、これで今から DIY をしていきたいと思います。はい。あとですね、ちょっと足りないと思うんだけど、こういう黒いテープ、周りをこう囲むというか、ちょっと補強するのと、あとひっつけるために黒のガムテもね使いたいと思います。多分これ足りないと思うので、また追加で買ってくるんだと思うんですけども、はい、これでやっていきたいと思います。はい、じゃあレッツ DIY。 はい、ということでざっくりとですねマジックで型取りをしていきます。でアルミ保温シートはですねマジックが分かりやすいようにですね裏返しにして型を取ります。でもう本当にざっくりでいいので、切る時にねどうせ10センチぐらい幅を持って切りますので、基本的に100均のサンシェードの幅に合わせるような形にしたいと思います。結構ぐちゃぐちゃこんな感じで型取ります。はい、結構ねいい加減に型取ったから、でよく見るとね穴が開いてるところもあるんですよね。庭キャンプでねなんか穴いっぱい開けちゃったんですけど、こんな感じかな。ちょっと大きめにちょっと切ってみます。これ1個1枚あるだけですごいあったかいですもんね。いろんな防災グッズとかにも使えるし、はい、これは取っておきます。でこれを本当はベースにしたいんですが、これがちっちゃいんですよね。ちっちゃすぎるんですよ、これに比べると。なのでどういう風にしようか。こうした方がいいよね。そうだよね、した方が見栄えはいいよね。外からの見栄えは。上が足りないんですよ、いつも上が。なのでこっち側に合わせてやりますか。結構ギリギリになっちゃったな結構ギリギリになっちゃった。むしろ足りない。もうちょっと長く切ればよかった。まあいいや。こういう感じで上が足りないので、一応上の方はちょっとこのままにして実際に車に行ってやってみたいと思います。下だけちょっと固定してね。下だけ固定しましょうか。こうやって。これは仮ですね、仮でこれで留めていきます。分かったら最終的にこちらの黒いねテープで綺麗に掲載を整えていきます。
やりましょう。じゃあこれで、全然いけそうですよ、これで。しかも断熱がよりあったかい感じがする。ここはいつもはみ出るんですよ。グダグダあ、でもすごい簡単にできていいかも。しかもこれを再利用できるからね、これをいいと思う。これはもう取っときましょうか。間違えちゃった。すぐ取れちゃうんですよね、脆いから。まあいいや。車中泊を何度もしないと、そのメリットデメリット、その車中泊仕様のいい点悪い点っていうのが分かんないからね。これでこうできるんじゃない？あ、ちょっと斜めっちゃってるね。まあいいや。これでこういう風に折りたたみもできるから、最終的にすごいいいと思うんですよね。でこれも使えるし、これもほらこうやってね使えるから、収納もすごい楽だと思うんですよね。ちょっと形は悪いけど、はい、いいんじゃない？これを再利用します。でこれちょっと車に合わせていきます。大体アバウトですけども、こういう感じでテープ貼って、裏側は全部このアルミシートなんで、すごい綺麗に多分出来上がると綺麗になると思うんですよね。はい。でこっち側は枠に合わせてびっちり上まで、サイズをこう合わせてやったんですけど、一つ思ったのがドライブレコードのカメラがこう出っ張ってるんですよ。でそこのところをやっぱり吸盤をね貼ってパコンって開かないようにこれでつけるとねいいと思うんですよね。だから上は4箇所、一番端が2つとドライブレコードのそのパコンってなるところをこれで補強して吸盤をね取り付けるんで、上は4つ、下はまあいらないっちゃいらないけれど、まあ2つぐらいつけとくといいかなと思います。とりあえず吸盤を取り付けるんですが、その前にちょっとこれをこうやってやってるだけであったかいですね。これをねちょっと綺麗に貼っていきたいと思います。ギリギリ足りたかな、わかんないけど、これをもう一回再利用したいので、ここは開けときたいんですよね。こっちは後でやります。内側の見栄えはもうねどうせカーテンするからいいや。ここの部分はもう一回再利用したいので、ちょっとテープが邪魔にならないようにここだけ2箇所切り目をね入れときます。そうすれば多分使えると思うから。こっち側また補強します後で。ちょっと出過ぎたな。こっちはなんかすごい細くなったのに、こっちはなんか結構太くなっちゃったね。こうちょっと調整して、まあある程度見栄えもね大事なの。継ぎはぎな感じだけど、どうでしょうか？いいんじゃない？ね、保温性もあるし、いいと思う。で、ここも使えるようになったし、この穴はちょっと塞いどいて、うっとうしいから。とりあえず目打ちでどうしようか。とりあえず開けとくか。少しだけ開けといて。いけるね。こういう感じ。
でこれだけではあれなので、ちょっとテープで補強します。テープで補強、両側からね、両側からテープで補強。ちょっと可愛くないけどね。まあでも補強した方がいいもんね。よし、切ります。うん。あ、ハサミで切ると入った。まあとりあえず、はい、こんな感じで。はい。はい、できました。形はめっちゃ歪んでますがまあ結構完璧にフロントガラスのところは隠れると思います。じゃあこれからちょっとチェックしに行きます。はい、じゃあちょっと暗いですがつけてみます。内側は変だけどね、外側から見るとまあまあ、水気をつけて、ちょっと後ろ汚いですが、でもぴったり合ってますね。多分、はい、大丈夫と思います。はい、とりあえずは大丈夫そうですが、ちょっとねくしゃくしゃが多いですね。とりあえずは見えないので、中はね。はい、今ね車で取り付けてきましたけども、サイズ的には問題ないと思うんですけども、若干ですねこの吸盤の位置の問題で、こちらのこの下の方だけこう若干1センチぐらいここの部分だけが隙間があるような感じはしましたけれども、おそらくカーテンをすれば見えないかなっていう感じなんですけども、これからねまた改善していきますけれども、ここはもうテープで少し幅を出していけばいいかなと思います。とりあえずこれで旅行には、はい、出かけたいと思います。はい。でも暖かいし二重になってるので結構ね寒さを防げると思います。はい。でコンパクトだし、すごい簡単に私でもできたので、はい、おすすめです。これきっちり測ってきっちりやれば結構ある程度綺麗になるとは思うんですけれども、はい、参考にしていただければ幸いです。はい、いかがだったでしょうか。結構雑なところもあると思うんですけれども、なんとかね車中泊で使える仕様になっていればと思います。実際使うのはですね来月に入ってからなんですけれども、楽しみにしたいと思います。はい、本日は以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。